こんにちは、ヒロです。チャット GPT をコーディングで活用している方、たくさんいると思いますが、その時の流れって、チャット GPT にコードを書いてもらって、それをコピーしてコードエディターに貼り付け、そこでエラーが出たらまたチャット GPT に聞く。こんな感じで作業していませんか？正直、この行ったり来たりの作業めちゃくちゃだるいと思います。今回はそんな面倒な作業を不要にする、とっておきの方法について紹介していきます。実際にチャット GPT の中でゼロからアプリを作り、機能追加やデザインの変更の様子も合わせて共有できたらと思います。まず今回の肝となるレプリットについて紹介します。チャット GPT の標準機能だけではチャット上でアプリを作って動かすことまではできません。そこで必要になるのがアプリ連携です。で、今回連携させるのがレプリットです。レプリットは本来なら面倒な環境構築が一切不要で、ブラウザ上ですぐにコードを書いてそのまま公開までできるプラットフォームです。そのレプリットが最近チャット GPT とネイティブ連携しました。連携の仕方はめちゃくちゃ簡単です。チャット GPT の設定にある接続するアプリからレプリットを選んでログインするだけです。これだけでチャット GPT が単なるテキストを返す AI から実際に動くアプリを作れるアプリケーションビルダーに進化します。ちなみにこの開発スタイルはバイブコーディングと呼んだりします。作りたいもののバイブ、いわゆるノリや雰囲気を伝えるだけでソフトウェアを形にしていく手法です。では実際に作っていきたいと思います。プロンプトの冒頭に @replit と打ち込みます。これでレプリットのエージェントが起動します。続けて作りたいものを入力していきます。今回はシンプルなタスク管理アプリを作ってデータの保存もできるようにしてこのプロンプトで送信してみます。はい、ここからが注目です。通常のチャット GPT ならコードの塊が返ってくるだけですが、レプリットと連携されているので AI がどういう手順で作るかを自分で考えて必要な部品を揃えてデータベースを準備。こういう裏側の面倒な作業を全部自動でやってくれるんです。はい、しばらくするとチャットのタイムライン上にビルドコンプリートと表示されてアプリの画面が表示されました。これ見てわかる通り画像じゃないんです。クリックしてみるとそのまま実際に動かして動作確認をすることが可能です。これがめちゃくちゃ便利です。入力フィールドにタスクの内容を入力して隣のプラスボタンを押してみるとちゃんと入力したタスクが追加されます。複数のタスクを追加することはもちろんチェックの機能や削除する機能も正しく動作しています。ここまで僕は1行もコードを書いていませんしエディターすら開いてません。すべてチャット GPT の中です。ではさらにチャット GPT 上で変更の指示を加えてみます。見た目が少し地味すぎるのでもっとかっこいいデザインに変更してもらいたいと思います。チャット上でサイバーパンクっぽいデザインに変更してと指示してみます。するとまたレプリットが考えて動いてくれています。はい、変更されました。めちゃくちゃサイバーっぽくなってます。背景色の変更やネオンっぽい CSS が適用されているのもすごいんですが、フォントもちゃんとそういった雰囲気のものが選定されているのがマジですごすぎます。こんな感じでコードを一切触ることなく雰囲気を伝えるだけで形になる。これがバイブコーディングです。続けてアプリとしての機能も強化してみたいと思います。タスクをドラッグ&ドロップで並び替えられるようにしてと頼んでみます。これ実際に実装しようとすると結構面倒な作業になるんですがどうなるでしょう。はい、完了しました。実際にタスクを掴んで動かしてみます。はい、ちゃんと並び替えができるようになっています。こういった機能の強化も会話だけで実装できてしまうので、これは本当にすごすぎます。さらにすごいのが、これが単なる実験で終わらないことです。レプリットには iOS と Android のアプリがあるので、今作ったこのタスク管理ツールをすぐに自分のスマホで持ち歩くことができます。そしてもちろんそのまま公開することも可能です。つまり会話で作ったアプリがそのまま世界中の人がアクセスできる Web アプリになるんです。プロトタイプから公開までシームレスに完結できるのはレプリットを使う最大のメリットだと思います。いつものチャット GPT にレプリットを連携するだけでプロトタイプはもちろん自分専用のツールだったり新しいビジネスの検証まで圧倒的なスピードで進められます。現在概要欄のリンクからレプリットに登録してレプリットコアプランにアップグレードすると10ドル分のクレジットがもらえるキャンペーンをやっています。アイディアを形にするバイブコーディング。やってみると本当に楽しいので、ぜひこの機会に試してみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。